んばんは。で、これ話そうと思ったんだけど、バシャールのなんかの本、検索した時に出てきた言葉で、鍵となる感覚は満足です。皆さんが想像された時と同じ真実に再びつながることです。次のことを覚えていてください。決して自然な自分になるということは難しいことではないって書いてあったのね。で、自然な自分になるっていうのはとっても簡単なことなんですって言ってるってことじゃない？自然な状態の自分っていうのはソースと同調している自分であり、全てに満たされている自分であり、何も不完璧さもない、いるだけで完璧っていう状態を自分も感じているその自分になることはとっても簡単なんですって言ってんだよね。これがいいよね。この軽やかさが好きだなって思うんだけど、鍵となる感覚は満足ですって書いてあってさ、満足というのは満たされてたるということじゃないですか。もうまさに満足というのは今この瞬間だけにあるものだよね。過去に飛んでたり未来に飛んでると満足が全て幻で消えていくから。で、今日さ、私朝ごはんにおにぎりにしようと思って柚子すし酢を入れてしらすを入れてで大葉を入れてって言って混ぜご飯にしてたの、ボウルの中で。でそれをラップに、2つに分けて娘たちのおむすびを作ろうと思ってラップにボウルからご飯をよそってたの。でその瞬間無意識になんかこのしらすがさボウルにつくじゃん。でちょっとみたいな、わかる？なんかこのご飯粒としらすをちゃんときれいに取ろうとするとちょっとトリッキーな動きをしなきゃいけないっていうかさ、なんかここ取れないなみたいな。でその時に私もう今ここが空洞だなと思ったわけ。自分の今の行動の目的がおにぎりを完成させる、このボウルのご飯粒としらすを全部ラップの上に落としきるということを目的として今を味わうことをすっかり忘れている。なんならその目的を達成する秒数が遅れることに不快感すら覚えている。早くもうお金入んないかなみたいな。でこれがもったいないなと思ってさ、もう朝だから時間ないけど今ここに没入してたら時間は無限にあるはずだから、このお米の粒のこれをお箸でさよそってそれをラップに落としていくと、ラップに置いていくという、これをもっと味わおうと思ってさ、でお米の粒の形を観察したり、それがボールをスーって滑るさ、脂質入ってるからちょっと滑りやすいんだよね。滑りやすいなみたいなことを思ったりさ、このボールの銀色の色と白のコントラストとかさ、本当は海の中を泳いでいたシラスがさ、こうやって縁あって我が家に来てくれて、ボールの底にまるで海に泳いでいた姿のように張り付いていることとかさ、見たりさ、ちょっと買うとお酢のいい香りがしたりさ、本当に五感を目覚めさせると、ただただおにぎりを作っているこの工程の中に幸せとかこの世の美しさみたいなのはすごい詰まってて、もうもったいなかったみたいな、これをうっかり逃すところだったなと思ってさ、そのしらすを集め、お米を集め、おにぎりを作り、それをキュッキュッって結ばせてもらうこの幸せそういうのをなんか思ったら、本当に、もうその瞬間私はとても満足なわけ。全部が毎秒毎秒ぶつ切りで、毎秒毎秒みっちり至福が詰まってるわけじゃん。今ここにいれば。今ここズドーンと地球の中心にまで届くような深さで、今ここが全部至福が詰まってるわけじゃん。そしたらもうそこを、この地球の表面にいる私がマグマのところまで行って往復して帰ってくるぐらいの味わい方をしたいっていうかさ何言ってるか分かんないけど、だからそれぐらい
距離も時間軸も感覚の深さもあるような、その1秒の過ごし方をしたいなって思いながらおにぎりを握ったらすごい幸せだったっていう話だな。なんかその満足というのは毎秒あるなと思ったんだよね。このありがたいな、幸せだなとかさ、感謝だなっていうこのエネルギーがまた現実化していくじゃん。だから日常生活のルーティンがあるとかって本当に強みだろうと思うんだよね。なんか毎日毎日違うことがあるとさ、その外界の刺激に目が奪われちゃって味わうっていうのを一瞬やっぱり私とか忘れちゃうんだけど、いつも同じ行動があるっていう時にはすごい丁寧に味わうチャンスがもう何万回もやってくるみたいな感じでさ、そうするとそれだけいいエネルギーを出しやすくなる、内側に意識を向けやすくなるから。だから本当にお茶を一杯飲むのも炭酸水を飲むのも、コップの感触、冷たさ、氷の音、そして唇についた時の感覚、喉を滑り落ちる音、こう食道を通ってこう胃の方に入っていく感じみたいなことに全集中すると、命がさ内側を向いてくれたっていう歓喜で湧き立つんだよね、ふわって。このエネルギーがすごくなんかね、想像の源だなというのを感じています。それではね、おやすみなさい。